こんにちは、プリンセスモナコです。今日はね、ポテトサラダしたいと思います。ポテトサラダ何回もしてるんだけどね、今日はね、高野豆腐のポテトサラダしたいと思います。高野豆腐ね、この間買ったのがまだあるのでね。はい、お願いします。ポテトサラダなので、じゃがいもは1個使います。じゃがいもはね、細かく切ってレンジでチンして柔らかくしますね。潰しやすいように。その間に他の材料を準備します。はい、小さく切りました。はい、ブロッコリーです。ブロッコリーもね、ちょっと茹でたいと思いますよ。ちょっと入れてね。これくらいかな。これぐらい。3房ぐらい茹でます。じゃがいもをレンジで温めている間に、ブロッコリーを茹でますよ。きゅうりこんなに小さいんですよ。やっぱりね、時期外れだから。こんな小さなきゅうりでもね、高いんですよ。ね。夏はすごく安いのにね。きゅうりを切っていきます。日本でね、128円でした。この小さなきゅうりは。よいしょ。キャベツもね、もうちょっとでいいんだけど。あ、これぐらい。キャベツを、じゃがいもはいいでしょうか。もうちょっとします。そしてその間にキャベツを切って、ちょっと塩を振って水気をちょっとだけ出します。茹でたブロッコリーをじゃがいもはいいでしょうか。潰れるかな。はい、じゃがいもを温めましたよ。潰れるね。じゃがいも潰れそう。よいしょ。茹でたじゃがいもにちょっとお砂糖入れますね。ポテトサラダのお砂糖。お砂糖と酢入れますよ。茹でたじゃがいもにお砂糖と酢入れて潰しますね。よいしょ。なかなか。フォークで潰そう。もうちょっと待ってね。これよりもフォークで。フォークの方が潰れる。
い、できました。大雑把に潰しました。これにですね、ブロッコリーを入れますね。ブロッコリー。ちょっと湯がいたのでね。はい、開きましたよ。ゆで卵。ポテトサラダもう何回もしてるね。はい、ゆで卵も大雑把に切りました。塩もみしたキャベツときゅうり、ちょっとだけお水を絞りますね。今回はね、高野豆腐を入れるので水分を吸ってくれるので、一生懸命ギュって縛らなくても大丈夫かな。はい、入れましたよ。卵とポテトとブロッコリーとキャベツときゅうりですね。はい、こんな具合。これにですね、高野豆腐をふるって入れたいと思います。高野豆腐はね、合うんでしょうかね。いってみましょう。はい、出ましたよ、高野豆腐。すりおろして入れましたよ。そしたらね、きゅうりとかキャベツからね、水分が出ても途中で水っぽくなりませんね。ポテトにお砂糖と酢入れてますよ。あとはマヨネーズ入れます。そんな多くなくても適当に入れますね。よいしょ。高野豆腐のポテトサラダはちょっと初めて作ってみました。はい、できましたよ。ポテトとブロッコリーとゆで卵とキャベツときゅうりと高野豆腐かな。はい。マヨネーズがちょっと少なめだっていう感じだったら、ちょっと足せばいいね。好みで。ポテトサラダのマヨネーズは好みで足したらいいと思いますよ。ちょっといただいてみましょうか。高野豆腐入れてどうなんでしょう。
ちょっとザラッとする感じはあるけど美味しい。お砂糖と酢入ってるからかな。高野豆腐が1個入りました。これに1個ほど。栄養もあるし全然大丈夫。私マヨネーズ少なめに入れたんですけど、マヨネーズ多くしたらね、もっとこのほんのちょっとのざらつき感が消えると思いますわ。あ、ブロッコリーのね、粉のざらつきかな。ブロッコリーをね、これ入れてるでしょう。でボロボロになってそれでかな。でも味は全然普通のポテトサラダなので美味しいですよ。全然大丈夫ですね。食べれますね。食べれますねっていうか、ご飯とも食パンに挟んでもいいし。栄養もあるし美味しいです。体にいいのが一番だね。なんといっても。はい、今日もポテトサンド。ポテトサラダ作りました。高野豆腐入れて作ってみました。栄養ありそうだったので。はい、美味しくできました。プリンセスモナコです。今日もありがとうございます。